はい、始まりました。今回はまあまあ普通のシリーズさすがにあれかなちょ気味というかいやでもそんなに人気ないわけじゃないんで、やっていこうとは思ってるんですけど、はい、いわゆるカラーですね、はい、うん、今回はジャンドになります。はい、これからジャンドの逃走者を始めようと思っている人におすすめの逃走者4000円になります。4体選んできました。大体これでも半分ぐらいですか？多分半分もいってないと思いますまだ多いな。まだあるんですよ、有効職やってる途中ですからねまあ確かにまだね無残やってないんでね最後だという噂のね、最後の噂のね、一応まだ有効職があと何個か残ってて、その後対抗職に入ってくるんですけど今日はジャンドなんで、はい、まず1体目から早速行かさせていただきたいと思うんですが、これはうちの動画でもやりましたんで、やった動画を見てほしいということで入れさせていただいたという形になるんですが、究極のハイブリッド恐竜インドラプトルになります。ジュラシックパークですね。ジュラシックパーク、はい。能力説明しますと、ジャンドの混成ですね、で3マナで3マナ安いです。31、なんとこれ狂気 X という能力を持ってまして、狂気 X はこのターンに対戦相手が受けたダメージ分11カウンターが置かれた状態で場に出る。で例えば2点2点2点とか食らってる状態で、そしたら6点食らってますから、66修正でカウンター置かれて出てくる、めっちゃ強いですよね。まあそうですね。名残値も結構高いですかね、そう考えたら、都合よくカウンターたくさん乗って出せる構築になっていれば。そうですよね。で威迫で激光というのを持ってまして、激光はこいつがダメージを受けるたびに対戦相手1人を無作為に選んで、そのプレイヤーがトークンでないクリーチャー1体を生贄に捧げない限り、これのパワー、例えばさっきの話で言いますと9点とか食らなきゃいけない、ということになるんで、さすがにきついですよね。クリーチャー生贄に捧げるのきついですからね、9点食らいますからね大体っていう感じの、結構ダメージレースするクリーチャーになってますので、例えばどんなカード入るかっていうと、火山の榴弾みたいな、全体にダメージみたいな、全体に2点みたいなの結構いっぱいありますよね、プレイヤーとクリーチャー盤面に、で例えばグレンエンケスとか、黒死病、みたいなので1点ペチペチするだけで、大変なことになるっていう1点オール1点オールするだけでうわーってなりますからねなるわねはい激光して、1点ペチペチするために激光する、あとはフィニッシュカードはソーランの大祭だったり、圧倒する暴走で決めていくんですけども、やってみてほしいんですが、こいつの未来を想像しますと、どうですかこいつの未来はあんまりこれといった強化がないかもしれないですが、例えば格闘ですかね、格闘状況がなんか強くなりそうな未来があるので、こいつ格闘するとなんか美味しいっていう逆にね、一方パワーじゃなくて、一方格闘っていう格闘の上位互換だとメリットを受けないんだけれども、格闘でインスタントになったとかね、修正のおまけがついてるとかね、そうですよね。そういうちょっと格闘の上位互換はまだ全然来る可能性ありますよね。そこはまあありそう。格闘になんかおまけがついてるみたいなのありますよね。ありますよね。あと例えば多色の自信が僕はあるんじゃないかなと思ってまして、なるほどね、クラウスの石みたいな、赤黒のなんか自信みたいなのがありそうだけど、なんかダメージじゃないかもしれないマイナス修正とかねそうなんですよね。でもなんかありえそうなんで、ちょっと強化する未来多分ありえるんじゃないかっていう予想で、こういったでもおすすめなんでやってみてくださいっていう感じですかね。じゃあ2体目いきましょうか。2体目は道具箱返事通りになります。なるほど。これ結構よくやってる友人がやってまして、いいなと思いまして。やっちゃってますか？やっちゃってました。かなり面白そうだったんで紹介をここでさせていただきたいんですが、ジャンドの3マナです。で33です。でマナ総量が4以上、4以上ですよ。である唱える全てのクリーチャー呪文は奇襲を持ちます。で奇襲コストは
それのマナーコストに等しい。例えば5マナだったら5マナの奇襲コストで唱えられると、奇襲っていうのは速攻を持って出てきエンド時に死亡するんですがカードを1枚引ける、というのが奇襲っていう能力なんですけども、でその奇襲コストが、このゲームであなたがあなたの逃走者領域から唱えた回数1回につき1マナ減る。1回は絶対唱えてるんで、1コス軽減はできるんですよ。簡単に言うと全てのクリーチャーが1コス軽減されて奇襲コストを持ってる、で2回目だったら2コス軽減される、ということになるんですよね。そうね。はい。例えばどんなカードが入るかって言いますと、チューファッティですかね。チューファッティで言いますと、例えばデカめのドラクセスとか。俺はもはやチューじゃねえでもコスト1軽減なんで6万でドラクセス出てきて速攻で殴れちゃうっていう、速攻で殴れるドラクセスやばいでしょ。やばいですよね。焼き払ってってダメージガーンって与えてくる、だからコンバット誘発するやつが軒並み入れられるってことになりますよね。そうね。全部一発いけるっていうコンバットやつが、であと例えば流星とか、こう死亡誘発みたいなのを誘発しますんで、そうね。ここ自分も含めて焼き払っちゃう。でもまあこれ1回ぐらい死んでももう1回出したら今度2コス軽減ですから。確かにね、そこはうまみがあるんだよね。自分のところ焼き払っても。そうなんですよね、だから結構いいですよね。あと例えばちょっといいカードを見つけまして、これだけ特別にご紹介したいんですが、体重揺らしのキマイラっていう絶対使わねえカード結構いいんですよこれ。7マナの緑のクリーチャーでして、こいつが攻撃しますと。でブロックできるクリーチャー全てこいつをブロックしなきゃいけない、だから1人の対戦相手に行くじゃないですか、でその人は全部こいつをブロックしなきゃいけないと、で8号なんですけど、こいつが死亡したらカードを3枚引く、まあどうせ死ぬんで、でどっちみち奇襲で死ぬんで、1コス軽減で6マナで奇襲して8号でマスブロさせて、フォードロですよ、奇襲なんでフォードロですよね、だから結構いいんじゃないかなっていう、結構いいかもね。でもそういうカードが入ってくると思うんですね。例えばこれはちょっと上のタックかもしれないんですが、変幻の男を奇襲させて、そのままコンボ決めに行けたりとか、そういうこともフィニッシュしたりとかもしますし、カジュアルだったら生ける屍みたいな、墓地と盤面を入れ替えるみたいな呪文でフィニッシュできますよね。まあ散々奇襲したファッティたちがね出てきますからね、そんなんで勝ってくんじゃないかという形になります。でこいつの未来を想像しますと、こいつはチューファッティがガンガン収録されますまあそこのクリーチャーのところの質に関してはね、年代を追えば追うほど上がっちゃってるから上がっちゃってますから、どんどん強くなってきますから、こいつ結構未来明るいかもしれないですね。こいつはそういう意味ではそう使い手はかなりいいと思う。海外でも結構人気な方にランクインしてましたね。じゃあ次行きましょうか。次は盤石ミスターオルフィオ。あれっていうね。あれまたニューカペナみたいな。ニューカペナはジャンドの色だったっていう。ニューカペナジャンドの色でしたね。そりゃそうなんだけどね。でミスターオルフィオ能力説明しますと、こいつは4マナですね。4マナの24のクリーチャーです。であなたが攻撃するたび、こいつじゃなくてもいいです、攻撃するたびクリーチャー1体対象としてターン終了時までそれのパワーを2倍にする、単純に2倍になるという分かりやすい分かりやすい、以上っていう、これもなんか友人がやってましていいなと思ったんで、こいつ紹介させていただきたいんですが、例えばどんなカードが入るかって言いますと、グレート返事とかガルタみたいなパワー参照するカード、こうパワー攻撃した後にパワーが上がりますんで、パワー参照しやすいですよね。そうね。上がってるやつが、こいつ自身はパワーが2しかないけど、そうですよね。別に他に44とかのやつでもね、パワー倍になれば8なんで。そうです。なんでそのパワー参照しやすいということで。あとはチューファッティ、これパワー倍になったらいいチューファッティで言いますと、外霊っていう。倍になるとまずいんだよねこれ。倍率は1人死んじゃうっていう。やばいですよね。だからこいつ外霊いいんじゃないかなっていうことで、あとは最近収録されました、このカードをちょっとご紹介したいんですけども、エデンの剣エクスカリバー、12マナです。12マナ出せるのかみたいなね。この呪文を唱えるためのコストは X 少なくなる、で X はあなたがコントロールしている全ての歴史的なパーマネントのマナ総量の合計に等しい。親っていうね。親っていう。
あれそれマナファクトもカウントしてるし高卒者もカウントするから、ゼロじゃねっていうゼロまで出せて、2まで装備できて、で10ゼロの修正を受けて警戒を持つという、強いですね。これは強いですね。オルフェオがいきなりワンパンになるってやばい倍になる。確かに確かに、すごいですね、だって0万円出して2万円装備でワンパン、そういいっすね確かにこれいいっすね、そんなのが入ったりとかしますよね、で最終的にどんなので帰っていくかって言いますと、例えば再戦闘系のカードですね、再戦闘をすれば倍が倍になってみたいな、倍が倍だぞっつって何言ってんのか分かんないなるんで、再戦闘いいんじゃないかっていう感じになりますかね。まあ外霊がいる状態で再戦闘したらそれは死にますから。2人死にますまあそんな感じになりますかね。はい。でそんな感じでこいつの未来を想像したいんですが、再戦闘系、もういっぱい最近収録されてますよね。再戦闘は本当にいっぱい収録されるんだよね。マイエキスパンション入ってんじゃねえかっていうぐらい入っててそうもういいだろうっていうことで、まあいろんな種類のね入ってんだけど、だからいろんな種類のやつがちょうどいいやつが来たりとかしたりね、するとねかなりパワーアップしますからね、あとはパワー参照系は普通にどんどん強化されていくと思いますんで、それがかなり強化のポイントになるんじゃないかなと思います。はい。で次最後に、最後の闘争していきたいんですが、これはね、私ずっと前からやりたいとは思ってるんだけどやれてないんですよね。僕も聞いてちょっと、こいつ面白そうだなと思ったんで、紹介すると言いますやってないっていう2人ともやってる人も見たことないんですけど、やってる人はある。あるんですね。対戦はしたことはあるんですね。なるほどなるほど。なんか興味津々だったんだけどなるほど、楽しそうですよね。でも、一応能力説明しますと、名前を名前から言ってない。戦争折タンティスになります。はい、タンティスの能力説明しますと、ジャンド6マナの55警戒到達です、で必ず可能なら攻撃してください。全員です、全員攻撃しなきゃいけないという強制コンバットのクリーチャーになりまして、クリーチャー1体があなたかあなたがコントロールしてるプレインズウォーカー、つまり私を殴ってくると、こいつの上に11カウンター1個置かれる。これ1体あたりね。1体あたり1体あたりクリーチャー1体が書いてありますね。なるほど、やばいですね。あんま殴ってこないでしょうね。めちゃくちゃでかいの立ってるからこっちは立ってますね。どういう風になるのかっていうのは想像なんでちょっとわからないんですが、例えばですよ、狛犬の戦鎧みたいな、ダメージ通ったらそのプレイヤーのクリーチャー全部死走するみたいなクリーチャーがいるんですけど、これ装備品にもなりますんで、乾燥してこいつにつけて、そうねやばいですよね。やばいね。そいつがもしラスされたとしてもこいつは残るっていう残りますよね、こいつラスされてもこいついいんじゃないかなっていう、でしかも相手空いてますからね、まあ確実に空いてるんで、確実に殴ってるんで、強制コンバットなんで、空いてて、でもう殴り合いが始まって、まあできれば警戒のやつ立たせておきたいなということで、探索する獣みたいな、あいつデスタッチですからね。警戒接しっていうこのデッキにおいてはだいぶ活躍できる能力なんでかなりいいですよね。あとは他には極悪とか、極悪な2人組とか傷の反射みたいなのでダメージ2倍にして、殴り合いしてダメージ2倍にしてライフどんどん減りますよね。対戦相手だけ2倍にすればかなり減るんで、あとフィニッシュカードは圧倒する暴走か、もしくはフォグそのパターンね。これフォグのパターンですよ、これフォグでフィニッシュできますよ。できますね、これね。相手開くんだよね、何せ。相手こっち殴ってこなきゃいけなくて、こっちはパワーアップして、最終的に殴ってって、フォグで勝てるパターンなんじゃないかなと思いますね。ましてほら、雲がいっぱい出るフォグがありますから。なるほど雲がいっぱい出るフォグとかね、いいですよね。あとそんな感じで勝っていくんでしょうが、どんな未来が想像できるかと言いますと、まあどうですかね。これちょっと微妙に難しいところなんだけど、多分攻撃してきた時にデメリットを
を与えるカード。なるほどね。はい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 。まあ無慈悲の亜種みたいなやつとかですよね、そういうのは増えると思うんだよね。はいはい、そうですよね。だからそういう意味ではちょっと防御力はそういうところでは高くなる可能性はあると思いますね。確かにね、そうですね。あとワンチャン思想系も役に立つ可能性もなきにしもあらず。そうね。赤黒の思想のカードとかはまだ増えうるかなっていう感じがするんで。そうですね。であとは緑だったらトスキ系のダメージ通ったら、ドローできるみたいな。それもね、まあ別に空いてるから空いてるんで相手のブロッカー空いてるからそういうカードも結構強いですよね。結構強いですよね。まあそんな感じになりますかね。はい。そんな感じで4体紹介していったんですけどもいかがだったですかジャンド楽しそう。いやなんかニューカペナ集がすごいもうジャンドはニューカペナ、半分はニューカペナでできてるみたいなニューカペナジャンド強化だったんですねまあそんな感じで他にもね、ジャンドでおすすめの逃走者ありましたらできればご紹介していただきたいんで、コメントくださいという形になりますかね。はい。あとチャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。